月11日月曜日、時刻は夜9時になりました。こんばんは、シンガーソングライターのみゆです。この番組ミューチューブラジオは皆さんとおしゃべりしながら生放送でお届けしていきます。ということでね、始まりました。こんばんは。ハロー、オラ、サワディカ、ニョハセヨ、ニハオ。皆さんね、元気にしていらっしゃいますでしょうか。東京はね、本日なんだかちょっととても冷え込むなーっていう気持ちがいたしまして、体感がいたしまして、明日にはね、もしかしたら雪が降るかもなんてね言われているんですが、なんか新年からね、なんか流行りの病気に加えて、なんか大雪、たくさんの雪で、日本各地はなんだろう、車が立ち往生したりなんていうニュースを見かけたりしてね、なんかとても幸先ちょっと暗い気持ちにもなったりしているのですが、どうかね、体に気をつけてね、皆さん元気に過ごしていただきたいなと思っています。私もね、元気にね、また皆さんとお会いできるように、過ごしていきたいなと思っております。ということで、本日も私みゆの曲から聴いていこうかなって思うんですが、今日はね、日本では成人の日と呼ばれる日なんですが、大人になったなとかね、思うことなどのお話もね、この後していきたいなと思っております。大人になった2人のことをね、書いた曲が私の楽曲にあるのでね、YouTube のオープニング曲でもあるこの曲を皆さんで聴いていきたいと思います。フルで流すのは多分初なのかなって思うんですが、それでは聴いていただきましょう。ミュでシャンディガフ。大人になった二人は難しい言葉とか並べて、曖昧なこの距離に不安と期待を重ねて、簡単には抜け出せないこの迷路の中漂ってプレッシャーしていくも上にダメを詰まっている。過ぎた時が抜けた傷が私をまた臆病にしていく。酔っ払ったわシャンディが君の声が聞きたい夜、もっとそばでレリーの君の今とこれからは少し終わった息を置いて素直に混ぜてこの気持ち。あの頃の私もっと些細なときめきに気づいて、移ろいゆく景色全部宝石のようにきらめいた。ヒールの分背伸びして交わしたクラスと言葉に謝ってく言葉は私を焦らせる。思い違いけど心地いい熱さにほどけてゆくこの夜だけ。酔っ払ったわシャンディが君の声が聞きたい夜、
いただいたのはミュでシャンディガフでした。改めましてシンガーソングライターのミュです。皆さんね、先ほどコメントにも書いていただいておりましたが、改めまして明けましておめでとうございます。新年ね、第1回の放送となります。コメントありがとうございます。みんなお正月はどんな風に過ごしていらっしゃったのでしょうか。もう多分ね、お正月休みも終わって本格的にお仕事や学校などが始まっている人もいると思いますが、新たな気持ちではありますが、無理はしすぎず自分のペースでね、今年の1年もキラキラしたものに自分で見つけて作っていければいいななんて、そんな風に思っております。はい、ということでね、本日も私の YouTube チャンネルのお話をしていこうかなと思いますが、こちらの YouTube チャンネルではオリジナル曲を中心にね、こうしてラジオ配信やライブ配信などしております。先日ね、チャンネル登録者チャンネルチャンネル登録者数がよし25,200人になっておりましてね、たくさんの方にご覧いただいています。本当にね、嬉しいです。ありがとうございます。そしてこちら YouTube ラジオでは毎回ね、生放送でお送りしております。こうやってね、皆さんのコメントを読みつつおしゃべりしている感じで進めていきたいなと思っているのですが、こちらはね、アーカイブも残ります。アーカイブでは皆さんのね、コメントもね、画面の右の方に出てくるのでね、たくさんコメント残していってくれれば嬉しいなと思います。そしてこちらは後日になりますが、いろんな国の、ね、方が遊びに来てくださっているので、各国のサブタイトルも出るようにしております。そしてね、放送後期などもあるので YouTube ラジオのね、概要欄まで覗いてみてくれれば嬉しいです。そして先ほどもね、お話ししましたが、本日ね、日本では成人の日と呼ばれるね、祝日でございます。英語だと Coming of Age Day っていうね、いう風に呼ばれますが、地域ごとにね、20歳20歳のね、20歳のことを20歳って言うんですが、20歳の人で集まってお祝いする成人式っていうね、式典イベントがあるんですがね、そちらは1946年に埼玉県のね、県蕨市という場所で開催された青年祭りかな、どっちだろうが、そういうイベントがね、始まりだって言われております。女性はなんかすごくあでやかな、すごい素敵なね、着物、ちょっと重めなお着物を着て、男性は袴と呼ばれる男性用の着物を着用したり、あとは、女性も着たりするんですがね、袴は。あとは最近ではスーツ姿にね、なったりして、多様なパターン多様ないろんなね、着こなしがね、見えてきた成人式にはなっております。それでね、今年は成人式が中止とか延期とかね、流行り病でね、なったりすることが多かったのですが、私の地元の北海道旭川市では5月にね、延期になるという風になるそうです。そんな感じでいろいろな方法が取られておりますが、実際にね、今日やったっていう人もいたりして、なんか写真がね、インスタグラムにたくさん上がってたりねして、やったところでは少ない時間で何回にも分けて密をね、防いだりした対応をとってね、行った、そんな地域もあったようです。私はね、もともと振り袖を着ることも成人式に出ることもあまり考えてなかったのですが、なんか好きな写真家さんがいまして、その方が成人を迎える方で、成人式がなくなってしまった方に向けて写真を撮りますよっていう企画がしたいっていう風にね、ツイッターで発信されていて、なんかとても羨ましいなって思ったりしましたでね、地元の交通手段、旭川市の交通手段は地下鉄がね、通ってなかったので、バスとか車とかの移動なんですが、毎年ね、この時期は雪がたくさん
積もっている中で振り袖を着て新成人の方がねバスでね一緒になったりしてね、すごい素敵だなって思ってたりして、なんかあんまり自分の番が来ることを考えてたり してなかったんですが、なんだろう、もはや自分の番なのかっていう驚きを隠せずにびっくりしておりました。皆さんの国ではね、そのカミングオブエイジをねお祝いするイベントなんだりかんだりイベントだったりはねあるのでしょうか。さらにね、自分の時はね、20歳の時どうだったとかね、もしよければねたくさんコメントで教えていただければと思います。こんな感じで本日もまだまだ皆さんと一緒におしゃべりしていきたいと思います。YouTube ラジオへのメッセージは生放送中はこちらの YouTube ライブのチャットに、アーカイブをお聞きいただいている方は Twitter にハッシュタグ YouTube でツイートしてください。放送中はねもちろん放送後にね全部チェックさせていただきます。ぜひ私の部屋に遊びに来たよっていう感じで参加してくれると嬉しいです。ラジオシンガーソングライターのミュウがお届けしています YouTube ラジオ。ここからはお絵かきの時間。海外の方もたくさん見てくださっているこちらのチャンネル、お絵かきのねコーナーがご好評いただいているということで、毎回やってみようかなということになりました。前回はね2020年最後の放送で1年を振り返ってね、2020というテーマでねこんな絵を描きました。タイトルは電波に乗せてあなたとつながる。こちらのね作品は去年は電波を介してではありますが、皆さんとね出会えた素敵な1年だったなっていう、そういう思いを込めてね、なんだか幼稚園生みたいな絵ではありますがこの絵をね描かせていただきました。それでは本日も制限時間は絵を描き始めてから3分40秒で完成。ミュウのスモークというね曲のインストに合わせてやっていこうかなと思います。本日はね成人式のお話をしているので、お題は20歳というねテーマでいきたいと思います。20歳のことですね。それでは書いていこうかな。いきます。スタート。さあ書き始めますが、すごいどうしようかな悩んでくので時間が過ぎていく。どうしようかな。そうだな、なんだかあったかい色が欲しいな。なんか最近私のマイブームというかマイブームでなんか緑が来てるんですよね。お洋服選ぶ時とか結構緑のものを選びがちでそんな話もしつつ、なんか成人式にあんまりこだわりがなかったんですよね。なんか成人式をやるっていうのにこだわりがなかったんですが、なんか今日のねインスタグラム見てたら、友達でねやった子できた子、開催できた子が上げていたインスタグラムで、ちょっと待ってよ、書くのに集中しちゃうなその上げていたインスタグラムでなんかやっぱ写真を撮ってたのがすごい素敵だなって思って、なんか写真ってなんか思い出ってすぐ消えるけど消えないわあんまり私記憶に残しておくのが得意なタイプじゃなくて、その形目に見えて出るのっていいな、素敵だなって思ったんですよね。きっと今すぐはなんとも楽しかったなくらいで終わると思うんだけど、ちょっと先になった時にこういう日もあったなとか、なんかいろいろ感じられる日が来るのかな。すごいマイクから離れてましたねお絵描きに集中しすぎて。なのでなんかフィルムみたいなのを描こうかなってしてるんですが、色
ってどれだ、これだ。フィルム、なんか不思議な色。不思議な色を足していこう。時間がないのでは。じゃあこの1枚だけ頑張る。フィルム、こっちこっち。綺麗な色がいいな。あ、時間ないぞ。あ、終わっちゃう。はみ出した分はいいだろう。あ、違う。大変だ。急ぎ。このなんか赤の変な色、ちょっとあんま可愛くないから変えようかな。何が合う。ちょっと上から陰蔽。ちょっと怖いね。できた。題して記憶のかけら。記憶のかけらにします。あ、やった。はい、ということでね、完成したのは記憶のかけら。まあちょっと今日は絵を描きながらちょっと話したいことをちょっと喋っちゃったんですが、なんだろう、いつか思い出せた時に、なんか完璧には思い出せなくても断片的にかけらみたいにピースパズルみたいな感じにね、楽しかったあの日を思い出せる。それが写真素敵だなって、写真いいなって思ったので、写真のフィルムを描いてみたけど、なんか色合いが微妙かも。はい、ということでね、コメントいただいているので読んでいきたいと思います。ラジオネームはるさんかな。ありがとうございます。今日はどんな絵を描くのかなってね、楽しみにしてくれていたみたいです。英語でね、送ってくださいました。ありがとうございます。そしてラジオネームサンゴの海さん、よりどりみどりかっこ笑ってきてますね。なんか本当にいろんな色を寄せ集めてベースが緑っていうね、そう、最近緑が私の中でブームなんですよね。なんか緑と土の色、なんだっけ、茶色はなんか求めてるらしいです、人間が。なんか安らぎを求めて選ぶ色らしいです。ちょっと今心が安らいでないのかもしれないです。そんなことはないか。はい、そしてラジオネームパウデスさんかな、合ってるかな、パウデスさんかな。ありがとうございます。よりどり何ってね。そっか先ほど紹介したね、よりどり緑のコメントに対してね、ダジャレだよってね、みんなで仲良くねお話ししてる様子が見られました。いいですね、そういうなんか私の音楽を介して仲良くなってくれればすごく嬉しいなと思うので、ぜひね、たくさんみんなでコメントし合ってください。ということでね、改めまして今日のテーマは20歳でお送りしてきました。まあ発想は良かったね。色合いが微妙かも。ということで YouTube ラジオお絵かきの時間、次回もお楽しみに。ラジオ。この番組では毎週生演奏もお届けしたいと思います。ということでね、今日は成人の日ということで、先ほどもいろいろちょっとずつねお話ししてきたんですが、私もねなんか今日20歳大人っていうテーマでちょっとお話ししてきてるんですが、それに関してちょっと感じたこととかがあったので、ちょっとおしゃべりしようかなって思います。ここでね、なんかみんなはどんな時に大人になったなとか感じることがあるでしょう。私はなんか20歳になったら大人になるんだっていうなんだろう、小
小さい頃20歳になったら大人になるんだ、その大人が何かは分かってないけど、なんか大きくなったり、なんか立派に小さい頃の自分が見えていたなんか立派な人々、大人という立派な人々になるんだなって、なんか年齢を越したらとか思ってたんですが、なんか越しては見たものの、なんか大人ってなんだろうってすごい考える時があって、なんだろう、そう今日さっきねスタッフさんとちょっといろいろ喋ってる中で、なんか自分大人になったなっていうところが見つけられたので、ちょっとそこをね話していこうかなって思うんですが、なんか価値観が変わったなってすごいここ最近ね思うんですよね。なんだろう私はもともと置かれた場所で、なんだろう、置かれた場所でのそのなんて求められているいい悪いみたいなのを、なんだろう、自分なりに解釈して、それをいい方正しいって思われる方を選んで進んでたっていうかところが結構あって、なんだろう、その場所にいたり、それを選んだことに後悔はないし、その場はとても楽しいんだけども、なんだろう、違う道があることを知らなくて、なんかそれが正しいって思っていて、なんかそう正しい正しくないで判断するところがすごいもともとある人間で、上京してきてからなんだかそれが変わってきたなって思って、なんだろう、人間じゃないで人間関係合ってる人間関係ですごい前まで中高生の時悩むことがたくさんあったりして、いたんだけど、上京してから関わる人々もすごく変わってきて、なんだろう、どっちも大事だしどっちも楽しいし、それは自分の選んできたことなんだけどなんだろう、上京してからは自分が本当にこの人素敵だなとか、なんだろう、この人の考えが素敵だなとか、この人のやってることが面白いなとか、そういう風な感じでときめく人々と仲良くさせてもらってたりしていて、そしてなんか今こういう音楽の世界でもなんか大人の方なんだろう、すごく立派に活躍されている方々とご一緒にお仕事させていただく場面も増えてきて、なんだろうな、その正しい正しくないで選んでたものが変わってきて、やりたいとかそういう前向きなものに変わってきて、あとなんか違いを理解することができるようになって、なんだろう、世間一般ではこれが正しいっていう方を今までは選んできたんだけど、じゃあその人の立場になった時にそれが正しくないっていう結果のこともあったりして、その違いは違うからどうこうしようっていう話じゃなくて、違うから違うんだな、そうなんだな、そういう考えもあるんだなっていう、なんか違いは違いのままでいいんだなっていうことに最近ようやく気づけてきて、ちょっと曖昧なお話の仕方してるんだけど、なんか音楽昔ね、ちっちゃい頃なんとなくずっとやってきて好きなことで、でも現実的じゃないなって思ってて田舎のね町からなんか音楽一本で生活するなんて現実的じゃないよな、そういうことを言うのはなんかあんま良くないみたいな風に思っていて、だからなんか音楽をやりたいっていうことがあんまり表に出して言えなくて、人の輪から飛び出ることがすごく苦手で恥ずかしく思ってしまう自分がいて、その時あんま言えなかったけど、今生きてる場所、今選んできた場所はなんだろう、その正解もあるし、なんだろう、逆に音楽したいって言ってもいいんだよって、そういうなんか場所になったというか、周りも含めて自分も含めて
なんかそういう価値観の方の周りにいることで、なんか自分も肯定してあげられるというか、自分の意見をそういう風に変わってきたなって思います。すごくまとまってないんだけど、そういう違いが理解できたとか、なんだろう、周りに合わせなくても自分のやりたいことはやりたいって言える場所は自分で見つけることもできるっていうのを理解したっていうか、そんな感じですまだまだこれからね、まだ、大人の仲間入りかなくらいのね、私は気持ちなので、これからどんどん考え方とかも変わっていくとは思うんですが、その時の気持ちを大事にして、これからもっとね素敵な考え方とかにいろんな人のね意見を聞きながら踏まえながら吸収してねなっていきたいなと思います。長く喋っちゃったそんな感じで今日はね生演奏のコーナーということでね、20っていう、私の大好きなね、シンガーソングライターエイルちゃんの楽曲をカバーしようかなって思います。いつもね聴くとき勇気だったり元気だったりもらって、ライブ映像とかもね、この間リキッドルームのねものが出たりした時も行けなかったんですけど、チケットはあったんだけどねこの状況で行けなくて、そうなんていうんだっけ、ライブ配信の方でチェックして、すごくかっこいいなって思ってます。そんな曲をね今日はカバーしたいと思います。一旦ちょっとたくさんおしゃべりしたのでお水を飲もうかなと思います。お待ちください。よし、それでは20 TikTok 時計の針がTikTok 進むたびにね焦って悩む、謎に落ち込む HSM 世代のバイブ、GG 時代のガリズム、早く大人になりたい、憧れてたあの頃だけど、時間の流れは思ったより早くて、私たちまだこのままでいたいからWe 永遠の20 Don't stop, don't stop, don't stop feeling 何も怖くはないよ It's the day we Forever 20 Don't stop, don't stop, don't stop music 何でもなれるから We have dream, we are young, we live fight, make our dreams come true We have love, we take it high どこまでも確か誰かが書いた未来の先になんて興味はない、いつだって全力で笑っていたいでしょ。何十回悩んでも答えはまだ出てこないならそのままでもいいじゃん、気づいたなら keep going だけど Hey 目に見えない責任漂ってる圧とかそんなものには押しつぶされないのか We begin at 20 Don't stop, don't stop, don't stop feeling 何も怖くはないよ It's the day we Forever 20 Don't stop, don't stop, don't stop music 何でもなれるから We have dream, we are young, we live
take it high どこまでも忘れないでどんな時も物語の主人公私自身ってこと、oh, yeah もう何かと比べやしない史上最強の 20s 叶えられないことはない、We in 20 don't stop, don't stop, don't stop feeling now Feeling now 10年後 Yes 大きく新しい未来を作るのはどこまでも We have life, believe it, believe it come true We have love, we take it high どこまでも聴いていただいたのはシンガーソングライターエイルちゃんのカバーで20でした。ありがとうございます。ということでね、コメントをいただいているので読んでいこうかなと思います。ラジオネームカックス NG さんかな。ありがとうございます。Yay, I'm here so サポートか。サポート for me The Better ありがとうございます。目のことねいつもサポートするよっていう風にねおっしゃってくださっております。ありがとうございます。嬉しい。そしてラジオネームミシェル・ヘンドリーさんかな。ありがとうございます。トゥルーかな。トゥルーありがとうございます。他にもねハートマークや音符マークニコニコのマークもね絵文字たくさんいただいております。今日はね赤いハートもね多かった。いつも青なんだけどねいただいております。ありがとうございます。ラジオネーム多分ねミカエルさんかな。ミカエル・ヘンドリさんかな。ありがとうございます。コメントというわけでね次回もね生演奏楽しみにしてくださると嬉しいです。ありがとうございます。お送りしてきました YouTube ラジオ。本日もね皆さんご参加ありがとうございました。今日はね大人とかね20歳とか20歳とかそういうねテーマでお送りしてまいりましたが、中学生高校生のね時代のお話とか私の今思ってることをねたくさんお話ししたりしました。ちょっとね日本語だったからすぐに分かりづらかったり、私もまとまりきれてなくてそのままね思ったことをつらつらとお話ししたのでねちょっと分かりづらいかなとも思ったんですがね伝わってくれれば幸いでございます。聞いてくれてねありがとうございました。そしてねコメントいただいているのでね読みたいなと思います。ラジオネームがやーぼうさんかな。やーぼうさんかな。ありがとうございます。北の大地から今日も元気な声を聞いて感動しています。ありがとうございます。ますます頑張ってください。素敵な歌も今日も聞いていますよ。すごいありがとうございます。コメントをねいただいております。北の大地から私の地元からね聞いてくださっているのかな。とても嬉しい気持ちでございます。ありがとうございます。そしてねなんだろう
まとまりきれてなかったけど、みんなもなんていうかいろいろと感じる日々を過ごしているとは思うけど、きっと正解ないし、まだ多分なんかいろいろなんかあると思うけど、人生一周目だし失敗しつつ、私はたくさん失敗ばっかりしてきてるなとも思ってるけど、なんか結果的後悔したことは一つもなくて、だから失敗しながら、あ、これはこうだったんだなってなんか受け入れつつ、その失敗した時の自分はよしよしってしっかり慰めてあげて、次にみんなで進んでいきたいなと思います失敗も悪くないです。そんな感じですそしてね、ここでお知らせしていきたいと思います。24時間チャンネルというね、私の楽曲その他のねクリエイターさんがね、24時間365日流しっぱで聴ける YouTube の新しいコンテンツがねスタートしておりますが、もうチェックしていただいておりますでしょうか。毎回ね、なんかちょっと遊びに行くと、ちらっと見に行くと 4,5 人とか5、6人とかちゃんとずっとね見ててくれてて、どんな時間も聞いてくれてるんだなって思うと、すごく嬉しい気持ち、あったかい気持ちになります。ありがとうございます。私みゆの公式 YouTube チャンネル、みゆチューブのねトップページから上がっているので、ぜひお聞きください。そして次回のみゆチューブラジオは1月31日日曜日の夜9時からです。その時もね、また私の部屋に遊びに来る感じで、ぜひコメントしてくれればなと思います。あとはね、皆さんにお届けするべくね、新しい曲のね準備なんかも着々と進んでいるので、楽しみにしてくれると嬉しいです。それでは今日も YouTube ラジオをお聴きいただきありがとうございました。またお会いしましょう。みゆでした。バイバイ。今すぐに抱きしめたいな、なんて思う夜。月が綺麗なこの夜、君とした話を思い出す。月が綺麗で星も見えるよ、嬉しそうに話す君、ついこっちまで笑いながら窓の外を見る。ねえ今日も綺麗だよ、はい、今すぐに会いたくなるよ、なんて思う夜。電話越しに聞こえてくる、君の声、会えない距離を思いながら見つめてる。肌寒い風が頬に
Who